めちゃめちゃかっこいいボディですね。持った感じもすごく質感がいいです。皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらのスマートフォンをご紹介いたします。AGM モバイルから出ました H6 というタフネスなスマートフォンをご紹介いたします。ということで、実際にどんな感じなのかこれから見ていきたいと思います。この後の流れとしましては、まずは主なスペックをご紹介いたします。そして開封し、外観を見ていきたいと思います。その上で実際に使ってみて、動作感や画質や音質ですね、もろもろ気づいた点をご紹介したいと思います。というわけで本日も行ってみましょう。では、開封する前に主なスペックをご紹介いたします。まず、気になるディスプレイになりますが、このモデルは液晶になりまして、6.56 インチとね、結構細かく刻んでいます。解像度は HD プラスにとどまっています。しかしながらですね、リフレッシュレートは 90Hz に対応しているということです。次に、肝心のチップですね。こちらはユニソックの T606 を採用した12ナノメートルのオクタコアとなっています。実際ね、どれぐらいのパフォーマンスがあるのか、この後の使用感の部分で動作感を見ていきたいと思いますし、合わせましてね、アンツツベンチマークも行ってスコアを見ていきたいと思いますので、後ほどご覧ください。そしてメモリーになりますが、最大で 16GB まで対応しています。物理メモリーで 8GB 搭載し、追加で拡張することによってプラス 8GB ということで、トータルで 16GB という形になっています。次にストレージになりますけど、256GB 搭載されています。そしてカメラのスペックになりますが、まずメインカメラですね、5000万画素となっています。その下にありますマクロカメラは200万画素。そしてフロントのカメラにあります水滴型のカメラになりますが、こちらは800万画素となっています。そしてそのフロントカメラを使った顔認識にも対応しているのもこれは便利ですね。そのサイドにあります電源ボタンと併用になりますが、指紋認証にも対応しているということで、やっぱり使い勝手は抜群じゃないかなと思います。そしてバッテリーの容量になりますが、4900mAh と結構大きめの容量となっています。タフネスになりますと、もっとね、6000とか7000とかね、大きいものだと1万ミリとかね、ありますが、大容量のモデルになりますと結構ね、厚みが生じてくるっていうのがありますが、なんと厚みは 10.75 ミリとね、結構薄型となっていますね。この辺はやっぱりタフネスでありながら比較的実用性の高いサイズ感というのを実現しています。そして重さは軽量ですね。240g となっていまして、タフネスとしましては結構軽い方じゃないかなと思います。そしてそのタフネスという部分でスペックを見ていきたいと思います。まず防水になりますが IP68 に対応しています。また防塵に関しましても IP69K とね、最高等級となっています。合わせましてミルスペックにも対応していまして 810H ということで、かなりの対衝撃の等級に対応しています。またこちらの表を見ますと落下にも強いということで 1.8 メートルから落下させた時に対衝撃でスマートフォンは守られるという、そうした結果も出ています。加えてですね、こういった機能もあります。ワンタッチアクセスするこのオレンジのボタンになりますが、様々なアプリを割り当てることができるワンタッチのボタンですね。iPhone にありますアクションボタンのようなものになりますけれども、このモデルも抜かりなく搭載してきています。そしてモバイルネットワークになりますが、特にですね、日本のバンドで言うと138ですね。この辺はソフトバンク回線だと結構ね、使い勝手いいんじゃないかなと思います。ということでね、こういったタフネスなスマートフォンになりますけども、これから実際に開封し、どんな感じなのか見ていきたいと思います。ということで、こちらがパッケージ内容になります。まず本体そのものになります。そして日本のプラグに対応した USB 充電器が入っています。こちらはね、USB-A となっています。そして USB-C、USB-A の充電ケーブルも同梱されていました。加えて、クイックスタートガイド、おなじみのね、AGM のオリジナルステッカーも入っていました。まず第一印象、この見た目、めちゃめちゃかっこいいですね。ボディは硬い音が意外となります。そしてこのテクスチャーを見ますとちょっとカーボン調になっているのもありまして、高級感をね、すごく感じますね。この指触り、ね、結構サラサとしてヘアラインが入っていたり、ここの部分と、そしてこちらの部分ね、全然指触りっていうのが変わってきますね。まず背面から外観を見ていきたいと思います。こちらが先ほどご紹介したメインカメラとマクロカメラ、フラッシュがついています。そして反対側ね、このフロントカメラがありますね。こちらが500万画素となっています。ちなみにフロントカメラはこの水滴型になっているわけですけども、この縁の部分を見てみますと保護フィルムが最初から貼られていることがわかります。この辺はね、嬉しい仕様となっています。
そしてディスプレイに対しまして右側になりますが、こちらにボリュームキーがあります。上、下。電源ボタンと指紋認証対応のボタンもついています。そして反対側にはこのようにワンタッチボタンがありまして、いろんな機能をここに割り当てることができますね。加えてですね、こちらに SIM カードのスロットがついています。今開けてみましたけども、トリプルのトレイになっていますね。ナノ SIM カードが物理的に2枚入りますね。加えてマイクロ SD カードも入るというね、実用性重視の SIM スロットとなっています。ちょっと見づらいですけども、ここにちゃんとパッキンのようなものがついていますので、しっかり防水に対応していることもわかります。ちなみにですね、こういった SIM ピンなど必要なくて、差し込む穴があるわけではありませんので、爪で引っ掛ければ SIM トレイが外せる仕様となっています。そして上部になりますと、こちらに 3.5mm のヘッドフォンジャックがついていました。こちらの部分もこのようにパッキンになっていますので、使う時にはね、ちょっとここを折りながらって形になりますけどね、しっかり防水仕様となっています。そして最後にね、下部になりますが、ここにスピーカーがついています。またマイク穴があります。合わせまして USB-C のポートがあります。ここも開けてみますとね、こんな感じでしっかりね、パッキンがついていることがわかりますね。ということでね、主な外観を見てきましたけど、この角の部分にこうラバー仕様で対衝撃のね、構造になっていることがわかりますので、角から落下してもね、この辺が破損する恐れがないようになっています。そして端っこがですね、盛り上がっているのがわかりますので、このように反対側になったとしても平面のところであれば傷つかない仕様になっているのもいいですね。ということでね、めちゃめちゃかっこいいボディですね。持った感じもすごく質感がいいです。では重さを測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 242.5g となりましたが、先ほどのね、スペック値とほぼほぼ誤差レベルとなっています。ということでこれからね、電源を入れて初期設定をしていきたいと思います。そしてしばらく使った上でのファーストインプレッションということで、動作感や画質、音質などを含めましてね、この後お届けしたいと思います。あれからですね、しばらく使ってみた上でのファーストインプレッションになりますけども、まず最初に気になるところとしましては動作感ではないでしょうか。最低限のアプリをインストールした状態で動作感を見ていきたいと思います。まず左右のね、スワイプになりますけど、こんなような感じですね。非常にね、こう滑らかな動きをしていまして、スムーズに動いてくれます。Google のディスカバーの画面になりますが、こんな感じの動作になります。そしてこのようにね、タップして表示させてみましても、ウェブページも非常に早くね、サクッと表示されますので、使っていて別に遅いなっていう感じはしませんね。搭載しています SoC がユニソックの T606 ということで、めちゃめちゃ速いっていうわけではありませんけど、必要最低限の速度っていうのはあると思います。ではおなじみになりますけど、Google マップを開きまして、動作感を見ていきたいと思います。初めて表示する場所になりますが、東京ディズニーシーの上空になっています。私のこの指の動きに拡大縮小がついてきていることがわかりますね。そして航空写真にしてみますとどうでしょうか。めちゃめちゃ速いんじゃないでしょうか。こんな感じでね、指の動きについてきてくれますので、使用上全く問題ありません。そして近所のエリアをストリートビューで見ていきたいと思います。かくつくような感じは全くないですね。そしてちょっとね、移動してみましても、爆速でサクサク動いている感じはないんですけど、これもね、やっぱり必要最低限の動作感にはなっていると思います。そして次に Google Chrome を使いまして Yahoo Japan を開いていましてニュースを表示していきたいと思います。まずここのね、駅伝のニュースを開いてみたいと思います。早いですね。現在光回線の Wi-Fi で接続している状態になりますが、読み込みの速度っていうのは申し分ない速度になっています。そして拡大と縮小も非常にサクッと動いてくれます。そしてこの拡大してもね、フォントが非常に綺麗ですね。離脱いている感じは全くありませんので、必要最低限のレベルっていうのは十分あります。そして次のページを開いてみてもね、一瞬で表示されますね。これぐらいあれば十分じゃないでしょうか。ということで、アンツツベンチマークのスコアをご覧いただければと思います。バージョンが 10.1.6 になりますが、私がテストしたところ265,217 点となかなかのいいスコアとなっていましたね。ユニソックの T606 でも20万点半ば強という感じで、このぐらいの数値があれば十分ではないでしょうか。細かなスコアを見てみますとこんな感じになっていますね。このあたり重視されている方の参考になれば幸いです。では次に気になるところと
としましては、ディスプレイの画質がどんな感じかということです。解像度が 1612×720 の HD プラスの解像度となっています。4K 動画を提供している YouTube チャンネルを再生してみたいと思います。今ね、再生が始まりましたけども、いかがでしょうか。綺麗ですね。今 1080p での再生になりますけど、めちゃめちゃ綺麗です。このね、横幅の黒帯がついてしまっていますが、このように拡大をすることができます。そしてこの青空と湖のブルー一色という感じになりますが、綺麗に表示されています。水面のこういったね、揺れている感じも綺麗に表示されています。そして緑一色になってきましたけども、木々とそして牧草地帯でしょうかね、コントラストがはっきりとしていました。そしてこのアルプスと紅葉のコントラストもすごくいいですね。黄色い感じ、そして青空と稜線もくっきりはっきりと表示されています。そして湖の場面になってきましたが、このボートの動きとともに水面の動きも非常に臨場感ある感じでね、表示されています。この氷河の感じですね。また岩肌のゴツゴツした感じもくっきりはっきりと見ることができます。そして次に水面に映るこの電車の感じですね。描画も非常に美しいなと思います。ということで 4K 動画流してきましたけども、元々の映像が非常に綺麗ということもありますけども、このディスプレイでちょっとね、映像を楽しむだけでもこのぐらいのクオリティあれば何にも不自由しないんじゃないかなと思います。では次に音質がどんな感じかになりますね。著作権フリーとなります NCS の YouTube チャンネルを使いまして音楽を流してみたいと思います。ちなみにですね、本体はシングルスピーカーになっていますので、この下部にありますこの部分のスピーカーからしか音は出ません。この状態で音がどんな感じか30秒ほど音楽を流してみますので、どうぞお聴きください。Through the highways and on we'll go. ということでね、ちょっとお聞きいただきましたけど、いかがだったでしょうか。まず音がですね、やっぱり横向きにした時には下部となります。右側からしか音が出ていませんので、決してステレオではないので、やっぱり広がりがあるっていう感じはないですね。そしてシングルスピーカーとはいえ音質になりますけども、低音はね、正直そんなないんですけども、特に中域は厚みがあって深みがあるようなね、音を醸してくれますので、すごくね、音圧を感じるんですね。広域はそんなにね、細々としたとんがった感じもなくて、とても優しい、まろやかなね、中広域じゃないかなという気はしますので、人の声をメインとするラジオやポッドキャスト系に特に向いてるんじゃないかなという気はします。そしてその他の良かった点になりますが、このサイドにですね、このオレンジ色というか黄色のこのサイドキーと言われているものがあるんですが、ここに自分の好きな機能を割り当てることができます。この設定に関しましては、設定項目の中にサイドキーファンクションというのがありまして、ワンクリックでまず電卓が起動できるようになっています。そしてダブルクリックした時にオープンフラッシュライトってありますが、懐中電灯が起動できるようになっていまして、ロングプレスで長押しですね。その時にはスクリーンショットを撮る設定になっています。ではね、ちょっとやってみたいと思いますけども、まずワンクリックですね。1回押しますと、このように電卓が起動してきます。すぐに使いたい時に非常に便利です。そして、ここをダブルタップしますと、このように LED ライトが起動できるようになっています。消す時も同じですね。ダブルタップすると消すことができます。そして最後に長押しをするとスクリーンショットが撮れます。便利ですね。このボタンに機能を割り当てることができるのめちゃめちゃ便利です。これはですね、ワンタップした時にカメラを起動するとか、マップを起動するとか、アプリを割り当てることもできますので、自分の使いやすいようにカスタムできるのもすごくいいなと思います。
ということで今回、この AGM モバイルの H6 というね、タフネススマートフォンについてご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。特にね、木をてらったようなところはないんですけど、正統派のタフネスで、デザインもね、無難な感じっていうんでしょうかね。こってりしすぎてないのもすごくいいんじゃないかなと思います。そして、とにかくボディがタフネスでありながらコンパクトっていうか、スリムであるっていうのも非常に持ちやすくていいし、めちゃめちゃ重いわけでもないので、このぐらいのスペックっていうのは程よいのかなと思います。ということで、気になった方は概要欄にリンクがありますので、詳細はそちらからご覧いただければと思います。この動画良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。